こんにちは、キノです。今日はミシュランパワー GP2 を試しに鈴鹿サーキットに来ました。空気圧はタイヤが冷えた状態でフロント 2.3 キロリアは 2.7 キロです。ウォームアップ走行してタイヤを温めてからアタックします。いつもならウォームアップからアスファルトのノイズが感じ取れるのですが、静かです。無駄にブレーキしてフロントタイヤに圧をかけてタイヤを温めてます。サーキット路面で静かなのは正直不気味です。ウォームアップを終え俺が鈍感なのか？温まってるかわからんので手で触って直接確認します。この日は気温20度湿度 40% なので、当たり前に温まってました。しかし温まってきたのか正直わかりませんでした。走ってからすぐに気になったのが、タイヤの接地感が少ないです。このペースなら全く滑るのはないですが、タイヤからの情報量が少ないので不安ですぐにはアタックする気になれません。ミシュランタイヤに慣れてるライダーは気にならないかもしれませんが、この情報量の少なさには疑心暗鬼になってしまいます。あとこのペースだと少しアンダーステア気味です。フロントに荷重が足りないのかな？しかしフロントタイヤがブレーキ時に潰れてる感じはするので、フロントタイヤが硬いってわけではなさそうです。もう少しハードにブレーキしないといけないかな？そんなブレーキするペースで走ってはないんですが、もう少し積極的にフロントに荷重を乗せるように走ってみます。頭の位置をフロント寄りにして、お尻の位置もちょっと前に。あんまり変わらんな。でもパワー GP の時より周回ごとにバンク中のフィーリングが変わることはないかも。それは改善してきてるね。もう少し積極的にアタックしたいのですがまだバンクセンサーするまで倒してません。フロントフォークのセッティングを変えるかな？やっぱり倒れるけどフロントから曲がる感じが乏しい。スピードが出れば出るほどダウンフォースが効かないスポーツカーに乗ってるかのよう。なんだろな、このフロントが起きてくる感じは。でも切り返しは軽いんですよね。タイヤは柔らかいのに切り返しは軽い不思議です。やっぱりフロントフォークのセットを変えてみます。リバウンドを少し強めにしてブレーキを残さなくてもフロントに荷重を乗せれるように。よしリバウンドが遅くなったな。ちょっと失敗したかも。そもそもそんなにスピード出せてないからサスペンションを動かせてないストロークスピードを変えてもあんまり意味がなかったな。なんかバイク曲がらへん。全然曲がらへん。今度はフロントフォークのプリロードを半回転緩めて走ります。これで少しだけ常時フロントに荷重をかけてられるので曲がりやすくなったかも。曲がりやすくなったかも。じゃあそろそろペースを上げていきます。
結構タイヤが軽く回ってる感じがするのですが、サーキットを意識して作ったタイヤの割に手応えがないです。でもペースを上げて走ってるから、タイヤの温度もかなり上がってるはずなんですがタイヤのフィーリングが変わりません。フィーリングが変わらないのは良いですね。公道走行も想定してるタイヤでサーキットを走ると熱が上がりすぎてヌルヌルしてくるいわゆる熱だれって症状が出てくるのですが、このペースで走るくらいなら熱だれ症状がまだ出てこないですね。先に行けってハンドサインしてくれたので行かせてもらいます。公道走行だと良い感じかもって思ったので、サーキット走行でもって変化を期待したんですが、正直あんまり感動はしないですね。前回のパワー GP と今回のパワー GP2 の違いは少ないです。パワー GP は走るごとにフルバンク時のフィーリングが悪くなっていってましたが、パワー GP2 ではフィーリングが変わらないで安定してる。あとパワー GP は軽さゆえのフラフラした感じがありましたが、パワー GP2 は軽さはそのままでフラフラした不安感は少なくなってる気がします。でもその微妙な変化に気がつくかなって思います。タイヤが冷えた状態でフロント 2.3 キロリア 2.7 キロでなく、タイヤウォーマー使って温まった状態からフロント 2.3 キロリア 2.7 キロにしたら、また違った感想になったかもですが、公道タイヤではタイヤウォーマー使わないでタイヤレビューします。フロントタイヤはこんな感じで綺麗ですね。リアも綺麗ですね。前回のパワー GP みたいにサイドの柔らかいコンパウンドが減りすぎて段差ができてることもなさそうです。だから安定したバンクフィーリングだったのかな？だとしたらライフ性能も向上してるようですね。この動画が面白かったためになったと思った方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。